はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。前回ちょっとポッドキャストお休みしてすみませんでした。クリスマスのお話をする気満々だったんですけど、めちゃくちゃ重めの風邪をひいてしまって、はい。死んでましたね。5日間ぐらいね、ちょっと熱があって、長いよね。で、喉が痛くて咳が出て、なんかマジでベッドから動けなくて、死ぬかもって思うぐらいの重い風邪をひいてしまったんですよね。まだちょっと声がちょっと多分変かも。ごめんなさい。ごめん。今年最後のエピソードなのに、こんな感じですいません。ということで、今日はね、2023年の、1年を振り返りたいと思うんですけど、皆さんどんな1年でしたでしょうか？今年。ねえ、秒で終わったね、2023年。秒だよね、マジで。マジ早かったと思う。いろんなことがあったな、振り返るとって思います。私のポッドキャストとかをまず振り返ってみると、多分ね、44エピソードぐらいアップしたのかな。多分去年と同じぐらいの数のエピソードをアップして、YouTube のね、登録者数が今14,500人ぐらいになりまして、増えましたね。はい、今年も皆さん聞いてくれてありがとうございました、ポッドキャスト。ね、楽しんでいただきましたかね。なんか今年はあんまり、ポッドキャストに力を入れられなかった一年になった気がしてて、ちょっとそれは私にとって反省というか、いつも楽しみにしてくれている皆さんをもっと楽しませることができたんじゃないかって私の中ではちょっと思ったりするんですけど、その代わりにね、イベントをやったりして、直接ね、皆さんとお会いできたことは今年めっちゃ良かったことというか、私にとってすごく大きい出来事だったなと思います。はい。仕事はね、やっぱり、よく頑張ったとか、完璧だったなんてことはないんですよ。多分、この先もずっと。やっぱり反省することがいっぱいあって、もっとこれができたんじゃないか、もっとこうすることができたんじゃないかって思うことがやっぱいっぱいあるんですけど、そんなもんかなっていう気持ち。頑張ったし、今年、やらなきゃいけないことまだまだいっぱいあるんだけど、こんなもんかなって。満足かって言われると、って感じだけど、お疲れ様って感じ、今年の自分。仕事はね。はい。来年またね、新しいことが始まるので、気持ちを入れ替えてね、来年も頑張っていきたいなと思っています。はい。プライベートはね、もう怒涛の一年だったんですよ、私の中で。言えること言えないこといろんなことがあったんですけど、とにかくね、どん底を味わいました。今年。人生。20代最後だったんですよ、私今年。29最後の1年。来年もう2月で私は30歳になるので、去年のね、その2022年の振り返りエピソードを聞いてると、29歳、最後頑張りますとか言ってたんだけど、まさかこんなに大変な1年になるとは思ってもなかったんですけど、はい。いろんなこと悩んだり、いろんな、壁にぶち当たって、もうたくさん悩んで、たくさん考えた自分の人生についてね、1年だったなと思います。あとはやっぱそういう、ちょっとね、本当に抽象的な話になっちゃって、あんまり具体的な話ができなくて申し訳ないんですけど、そういう自分の中で結構どん底を味わった一年だったので、その分いろんな人に助けられた一年だったなっていう、思ってます。いろんな人本当に、いろんな人が手を貸してくれて、いろんな人が私のことを心配してくれて、おかげで、結果的にとってもいい一年になったので、よかったなって思ってます。はい。いろいろあったけど、いろいろ大変だったけど、結果的にね、すべてが、うまくいったんじゃないかなって思ってるので、
まあいろんな出会い、新しい出会いもあって今年はね、いろんな人に会って、いろんな経験をして、楽しい一年だったと思います。結果的に。結果的に良ければ全ていいんだよね。はい。まあ、皆さんはどうでしたでしょうか？はい。まああとはですね、自分の趣味の面だと、旅行、今年もいっぱい行って、去年はね、カナダに行ったりして、長い間ね、海外にいたのが去年だったんですけど、まあ、今年はね、イギリス行ったり、台湾行ったりして、いろんな経験をできた一年だった気がしますね。まあ、あと国内旅行もいっぱいしたので、私的に本当に今年は旅行の一年だったと思います。はい。まあ、皆さんもね、日本に来た方多かったと思いますね、今年。どうですか？日本来たよって人多分いっぱいいると思うんですけど、だから皆さんにとってやっぱ念願のずっと行きたかった日本旅行に行けたっていう人が多いんじゃないかなと思います。そしてね、その中で、やっぱもっと日本語勉強したいと思った人もいると思うし、自分の日本語が、その旅行で活かすことができて、嬉しかったって人もいると思います。はい。あとは JLPT もね、受けた人すごく多かったので、頑張った一年だったんじゃないかなと思います。どうでしたかね。そんな感じですね。まあでも私はこの2023年、やっぱり一番私にとってでかいこと、一番この人生ででかかったことが一個ありましてですね。それはですね、モナくん。猫が来た家に、それが一番私にとってやっぱ大きい。まあ、家族が増えたということですから、自分の子供ができたような感じなんで、もう可愛い可愛いモナくん、今私の下でね、今ゴロゴロして、私今、モナくんをなでなでしながら、このポッドキャストを撮ってるんですけど、このモナくんがやっぱ自分の中でのやっぱ存在が大きくてですね、まあ、ペットなんですけど、たかがペットかもしれないけど、やっぱ家族っていう気持ちがあってですね、うちに来てくれてありがとうっていう気持ちがありますね。モナに出会えた一年だったので、すごい、それが一番やっぱ嬉しかったかな。まあ、モナが来て今半年ぐらい経ったんですけど、まあ、半年前はね、子猫って感じで結構体もちっちゃくてガリガリだったんですけど、もう今もうでかい。めっちゃでかくなったよ。ほんと、一人前の猫ちゃんになりました。かわいいかわいい。私の命より大切な猫ちゃんに出会えたことがやっぱ今年一番大きかったです。はい。まあ、出会いもあり、別れもあり、いろんなことがあった一年。まあ、2023年のことは私は、まあ忘れないでしょうっていう感じです。はい。まあ来年はどんな一年にしたいかっていうことなんですけど、まあ来年はですね、まあもちろん仕事は引き続き頑張る。新しいことを始めるので引き続き頑張っていきたいと思うんですけれども、まあプライベートはですね、今年旅行いっぱいして、お金を使いすぎたので、来年は節約します。節約します。おとなしくします。はい。一生懸命仕事頑張って、おとなしくします。はい。お金を貯めたい。そして、再来年また旅行とか、まあ、海外に行けたらいいなと思ってます。まあ、来年はちょっとお休みかな。ちょっと日本で、まあ、日本旅行とかするかな。まあ、台湾行きたいんだけどね、台湾近いから、できれば台湾に行って、また美味しいご飯を食べに行きたいんだけど、まあ、わかんない、まだ。はい。そんな感じ。来年は節約しますというまあ30歳になるんでね、なんか、なんていうの、気分転換というか、なんか、心機一転、気持ちを入れ替えて頑張っていきたいなと思ってますけど。はい。他にやりたいことあるかな？まあ、あとね、語学勉強だね。英語の勉強とか、まあ、いろんな語学の勉強を始めたいと思ってて。はい。まあでもとりあえずやっぱ英語を勉強しなきゃいけないなっていうのは毎年思ってるんですけど、今年も引き続き思ったし、来年もまた頑張りたいと思ってます。はい。そんな感じ。まあ皆さんどんな一年でしたでしょうか？本当皆さん今年一年本当ありがとうございました。まあ来年もね、よろしくお願いします。はい。まあ特に何も変わらないと思うんだけどね。
まあ、頑張りますっていうことで。はい。ということで、今日は、2023年の振り返りでした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。はい。あとなんだろうな。あと、ペイトリオン、こちらのメンバーを募集しております。ペイトリオンではですね、おやすみポッドキャストっていうまた別のポッドキャストをフルで聞けたりとか、今回のこのエピソードの新しい言葉を説明してたりとか、あとは私のブログが読めたりとか、いろんな特典があるので、ぜひペイトリオン参加してみてください。お待ちしております。あとは、友達クラブのミートアップイベントが1月13日に開催されます。東京です。はい。まだチケット売ってるので、興味ある方、日本語を話す練習したい人とか、日本で友達が欲しいとか、とにかくいっぱいお話ししたい方とかいらっしゃったら、ぜひ参加してみてください。詳しくは私のウェブサイトをチェックしてみてください。はい。あと、会話レッスンとシャドーイングコースの新しい学生も募集しておりますので、全部は詳しくは私のウェブサイトをご覧ください。はい。ということで、まだちょっとね、咳が出るんですよ。だから今日はね、ちょっと声を抑えて、ポッドキャスト撮ってるんですけど、早くね、100% 元気になりたいなって思ってます。はい。今年はね、結構病気があった1年でもあったので、来年は健康にも気をつけていきたいなと思います。はい。ということで、皆さん今年もありがとうございました。また来年お会いしましょう。良いお年を。